ご神君一つ。祈りて御影のあるもなきも我が心なり。この見教えを神様の側から言えば、おかげを授けるも授けぬも神の心次第ということになる。そこで私どもとしては、神様の心を悟り、神様のお心に沿い祀ることに専念するより他にないのである。授けたいと願われる神様、授けていただきたいと願う私ども、その両者が相対したのである。おかげにならぬはずがない。もしもおかげにならぬなら、両者の中に何か障害があるのです。それを取り除くことです。授けたいと願われる神様。とあります。授けたいと願われる神様。この神様は私ども人間を幸福にさせたい、真の幸福を授けたいと願われる一心の神様であるということですね。ただ、その神様がおかげを授けたいと思っておられるけれども、そのおかげの大きさというのでしょうか。それと時期というのでしょうか。それが私どもの人間の思いと神様の思いとがなかなか一致しない時がありますね。人間のそろばんは小さいけれども、神様のそろばんの方がどれほど大きいかわからないと。神様のそろばんの方がはるかに大きいというのですね。例えば私どもが1万円のおかげをいただきたいと願っておる。しかし神様はそれに10万円のおかげを、あるいは100万円のおかげを授けようとしておられるのかもしれない。そのためには今はもう少し辛抱をしなければならない時だということかもしれませんね。私どもとしては今すぐ1万円欲しいと。しかし神様はもう少し辛抱して、それこそ先で10日後か1週間、それは分かりませんけれども、1ヶ月か1年先かで10万円100万円のおかげを授けようとしておられる。いわゆる私どもの思いと神様の思いとがそこに少し食い違ってくることがあるかもしれません。そういう時に私どもは人間としては神様のおかげをいただけないとか、心が何というのでしょうかね、収まらない時があるのかもしれませんね。それは神様のお心がわからないからですね。わからないというのは理解ができないからということでしょうかね。今朝いただきましたのはディーパーハートといただいたのです。より深い心。言うなれば神様の深いご心慮ということかもしれませんね。その神様の深いご心慮がなかなかわからない。ですから人間はどうしても目先目先のおかげをいただきたいと願います。その目先目先の小さなおかげをいただきたいと願う。そしてそれをいただけばそこで満足してしまう。しかし神様はもっと先々の大きな大きなおかげを授けようとしておられる。その辺のところをよくよくわからなければならないということではないかと思いますね。実は昨日ある方からご連絡をいただいて、
またその別のある方が私どもの育成について大変心配してくださっているということを聞かせていただいたのですけれども、その私どもの育成を心配してくださる。それは大変ありがたいことですね。だから何か今からどうするのですかと、どうするおつもりですかということですけれども、実際私どもにはああしようとかこうしようとかどうしようというものが全くないのですね。ある意味成り行き任せといえば全く成り行き任せ。一見それこそ大変消極的なような生き方に見えます。けれどももう一つ裏を返せば大変積極的な生き方でもあるのですね。それはそのことに対する神様のお答えかもしれませんけれども、今日いただきますそのディーパーハートと神様の深いご心慮がそこにはあるのだと。また私どもはその神様のそこに深いご心慮があることを信じているから、だからこそその何もしないというのでしょうか。何もしないということが一見消極的だけれども、実は大変積極的な、いわば神様を信じるということにおいて超積極的な行為でもあるわけですね。それは神様の深いご心慮を信じているからですね。この辺のところは大変微妙なところですけれども、その神様の深いご心慮があるのだということをまずは分からねばなりませんね。それはやはりただ信じろと言われても信じれるものではありません。その体験ですか、成り行きを大切にさせていただくというその体験の積み重ねによって、そこに神様の深い私どもではとても理解のできないような深いご心慮があるということが体験として感じられる。そこに神様任せの生き方もできれるようになるということではないでしょうかね。昨日はおかげさまでというのか、私はどう表現していいのか分かりませんけれども、娘が新型コロナウイルスが陰性だったということでした。中には陽性の方もおられたということですから、大変なことだろうなと思います。陽性になると、病気だけではありませんが、陽性になったからといって発病するわけではありませんけれども、その今度は人様にうつす可能性があるわけですから、隔離されねばなりません。自宅で隔離をするということでしょうけれども、そうなると食料品を買い出しに行くということもできなくなります。あらゆる社会生活の上において制約を受けることになります。たとえ病気ではなくても陽性であるということだけで大変な、何と言いましょうかね、精神的にも社会的にも困られることであろうなと思います。なんとかおかげをいただかれると良いなと願わせていただきます。いずれにしろ神様の深いおぼし飯、深いご心慮がそこにあっての今なのだということ、
そのことだけはよくよく私どもが分からせていただき、もうその神様の私どもよりはるかに大きいそのそろばんで答えを出された神様のお心に沿い祀る以外にはないというところに結論が行き着きますね。そしてその神様の深いご信者にそのことをそれこそ慎んで受け入れさせていただく、そういう生き方以外にはありませんね。そこにまずは腹が決まるということが大切だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。